1たす1が2にならない。それが政治の世界。立憲民主党と公明党が新党結成で合意しました。新しい政党の名前は中道改革で調整中と報道されています。皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は衆議院解散に向けての野党勢力の結集が話題となっています。立憲民主党と公明党の新党結成、そしてその他の野党の動きなどについても今回は追っていきましょう。まず最初に取り上げるのは何といっても中道改革の名前を掲げた新党、立憲民主党と公明党についての言及です。通常国会冒頭で解散を宣言するであろう高市早苗首相に対して選挙の準備が整っていないであろうと見られていた野党勢力。その中でも立憲民主党、公明党が新しい政党を作ることを発表しました。従来のそれぞれの政党で戦うのではこの選挙を乗り切れないと考えた可能性があります。ただし同時に多くの批判もインターネットでは見ることができます。なぜならばこれまで野党側の声としては高市政権が今衆議院を解散するのは来年度予算案が決まることを後ろ倒しにする行為であり、これは国民生活に大きな打撃を与える可能性がある。このような時期に解散、そして選挙へとなだれ込むのは明らかに時期が悪い、国民のことを考えていないと批判がありました。野党側は一斉にこうした話をすることができたわけですが、じゃあ今回の立憲民主党と公明党の新党構想が選挙対策以外の何者でもないといったことは明らかでしょう。こうした行為は野合と呼ばれ、これまでの選挙においても批判されてきました。すでに立憲民主党はこれまでの選挙協力の関係の中では共産党との関係を深め、立憲共産党と呼ばれることもありました。理念や政策においては全く相入れない存在であっても、選挙さえなんとかなればいいという考え方から選挙協力を非常に強力に推し進めた時期がありました。今回の公明党との新党構想においても彼ら自身は自分たちは中道政策だという話をしていますが、私から見ればそうは見えません。そもそも中道の概念そのものについても非常に定義が難しいものです。右派、左派、そしてそれらの間を取るような形で中道というような位置づけになるわけですが、日本においては極端な右派も左派も正直言えばそんなに存在しているわけではありません。なんとなく右派かな、なんとなく左派かなぐらいの形のかなり緩やかな分類になっていて、どちらかというとどの党においても分解してみれば党内の右派であったり左派であったりがバラバラになっていて、しかしそれが一つの党にまとまっていますよという混然一体となっているのがほとんどです。そして何といっても公明党と立憲民主党なわけですから、果たして新党を作ったとしても支持者の人たちがみんなそのままついてくるかは疑問があります。なぜならば公明党であれば創価学会との関係があり、従来の枠組みからは大きく変わることとなります。立憲民主党の野田代表は今回の選挙においては国政政党としては新党になるが、地方議会においてはまだ立憲民主党と公明党は分裂状態のままで、名前もそのまま残るだろうと話をしています。この国と地方の温度差といったものはそのまま選挙に直結する可能性もあります。なんだかお国の方はいろいろあったけれども、私たちは私たちで独自の行動を取ろうというような形で票がばらける可能性は十分あります。だからこそ動画の冒頭でも言ったように 1+1 が2にならない可能性があるわけです。また、たとえ新党を作ったとしても将来性が有望かといえばこれもまた怪しいものです。現在の世論調査における分析を行うと、立憲民主党と公明党どちらについても一つ共通点があります。それが若者の支持が全くないことです。これらの政党は以前からの支持者はついてはきているものの、新しい有権者の支持は全く得ていません。ですから基本的にはどんどんと先細りする一方の政党だと言えます。こうした新党構想の話が出た時に、自民党政権を何としてでも倒したいと思う人の中にはこのような話をする人がいます。立憲民主党と公明党が合わさって、さらにこれに国民民主党が加われば政権交代も見えてくるというような話をする人がいたのです。これはテレビ番組に出演していた政治評論家の田崎史郎氏です。田崎史郎氏は TBS 系の昼帯という番組に出演。この番組内において
立憲と公明党が手を組むじゃないですか。集まる党は2つだけなんですかという質問を受けたときに、田崎氏は、これからの問題として、公明党側の人たちが考えているのは、国民民主党の協力を得られないかと語り、あわよくば自民党の一部の参加してくれないかということで動いていると、自民党の一部議員にも合流を呼びかけていると説明。もし国民民主党が加わったときは、非常に強い勢力になりますと語ったという具合にして報道もされています。しかしこれは明らかに数合わせの究極系のような話をしているだけで、もはや田崎史郎氏の願望に近いような話だと思います。実際国民民主党の玉木代表はこうした新党構想に国民民主党も加わるのかというような質問に対して明確に否定を行いました。国民民主の玉木氏が立民公明新党加わらない中道勢力結集極めて曖昧と語っています。玉木代表の言葉、加わらない中道勢力の結集というが、具体的に中道とは何なのか、極めて曖昧な中道で国民の理解が得られるのかと述べた。また玉木氏は立憲民主党の安住幹事長から新党参加の呼びかけがあり、榛葉幹事長が断ったことも明らかにした。このようにしてもう公式な声明が出ているわけですから、立憲公明党の新党に国民民主党が加わるという話はないでしょう。そもそも国民民主党としてはこの新党に参加すれば完全に自分たちの存在意義や主張といったものが通らなくなるわけですから、参加する意義は全くありません。自分たちの独自性を生かした上で政権と関わって自分たちの政策を飲んでもらう、そうした方向性の方がよっぽど国民のためになりますし、党のあり方としても私は正しいと思います。ちなみに前回の動画でもこうした選挙の時期だけではなく、非常に多くのデマやフェイクニュースなどが流れるから気をつけましょうという話をしました。インターネット上ではそうしたデマを流すことによって利益を得る、そうした手法というものも残念ながらビジネスとして流行しています。X ではそうした YouTube チャンネルの動画についての言及がなされていました。YouTube チャンネルの動画、タイトルは政界激震、玉木雄一郎に闇取引疑惑浮上、更迭報道に本人絶句、資産没収説のといったような形で、いかにも今回の選挙において主要人物の一人、玉木氏に大きな問題があるかのようなタイトルが付けられた動画です。これに本人も反応していて、国民民主党玉木代表は、さすがにひどい、名誉毀損での提訴を検討しますと答えています。当然のようにこうした訴訟問題になれば、あまりにも行き過ぎた動画に対しては、裁判所も明確にこれはダメだという話をするでしょう。ところがここで大きな問題なのは、日本の法律というのはこうした名誉毀損などに対して罰金が非常に安く、裁判費用などを考えると、非常に多くの手間暇がかかった割に、相手に与えられる打撃といったものが非常に小さいといった問題があります。特に今回のように、明確にデマを流すことによって利益を得ている、こうした行動は、利益の方がむしろ多くなる危険性すらあるわけです。これから本格的に選挙戦へと突入すれば、こうしたデマやフェイクニュースを流すことによる金儲けに走る人たちというものはもうどんどんと増えていくことでしょう。特に今は生成 AI の能力の向上に伴って非属人系動画のジャンルが非常に大きな盛り上がりを見せています。一切顔を出さない、誰が作っているかもわからない。しかし動画の作成もわからなかったんだけれども AI の力を借りればどんどんと動画を量産することができる。そうした手法を情報商材として売りまくる人たちというのも非常に多くいます。それらの動画作成が真っ当なものではなくて、結構グレーゾーンや明らかに一線を越えたジャンルに飛び出していく人たちもいるわけで、だからこそ警戒がより必要になってきているわけです。ちなみに今回の立憲公明党の新党構想には、立憲民主党の議員の中からも不満が現れています。例えば、立憲民主の原口議員はこのように述べています。衆院選に向けた立民と公明党の新党結成の動きに絶対嫌です。分党してください。あなた方とはもうやれないし、やるべきじゃなかったと怒りをぶちまけた。立憲民主党は両院議員総会を開き、所属議員から意見を聞くが、昨日の夜中に立憲公明の新党を作ると。で、両院総会をやるから戻ってこいと。けど、石垣市にいるので戻ってこられません。間に合いません。間に合わないだけじゃなくて、
そんなの機関決定してないじゃないか。地元の県連でも何も。こんな執行部だけで決めていいんですかと憤った。さらに、高市さんが勝負をかけてきたからって、立憲民主は若者支持率ゼロでしょ。このままだと衆院の議席が3分の1になると。だから藁をもつかむ思いで公明党さんにすがったのもわからんけども、何やるかっていうのもなくて、どうやって一任できるんですか？野田代表に、とんでもない。僕は絶対一任しませんからね。あなた方だけで立憲支えているんじゃないですよ。むしろ潰しているんじゃないですかと猛批判した。普段は陰謀論をものすごく愛している原口氏ですが、今回の件に関しては、所属議員としては当然の反応でしょう。ただ、立憲民主党の所属議員にしても、公明党の所属議員にしても、党全体で決めた後、新党へと合流するという流れが決まった後に、そこの流れから外れて、じゃあ自分一人で選挙を戦うぞと言い出す人というのは、非常に少数派でしょう。結局のところ、地元の県連の応援であるとか、党の支援といったものがなければ、現実問題として選挙で戦えない。もしかしたら、自分が新党に参加しないことによって、新しい党から立候補者が立てられる危険性もあるわけで、一部の議員しかこぼれ落ちることはないかもしれません。ただしここで重要なのは、立憲民主党単独では若者の支持がほぼゼロに近いような状態で、見かけほどの支持の盛り上がりはきっとないだろうということです。ただし、だからといって立憲公明党が全く何の力もなくて、このまま議席がゼロになるんだろうみたいな極端な話ではありません。従来の意味でも政権批判票の受け皿として一定程度の支持を受けていたからこそ、ある程度の議席数があります。そして公明党が加わることによって、それぞれの小選挙区における事情はこれまで以上に自民党にとっては不利になります。そのようなことを想定した上で、どのように小選挙区の勝敗がひっくり返るか、以前の選挙結果を元にしてシミュレーションしている記事がありました。日テレニュースの記事。立憲民主党と公明党が新党結成で合意したことを受けて、近く行われる見通しの衆議院選挙にどのような影響が出るのか。試算では、自民党の小選挙区当選者は半減、立憲民主党は60議席以上増。こちらが日テレが行った試算です。2024年実績で自民党候補者が勝利した小選挙区は132でした。これに対して公明党が離脱した上で票数が移動したことを考えると、勝敗がひっくり返る小選挙区が63あるというのです。それ以外、立憲民主党以外の政党が勝つ小選挙区もあって、総合では72選挙区で自民党が敗北するかもしれないというのが公明党が離脱した場合のシミュレーションです。ただしこれはあくまでも前回選挙の結果をもとにしたシミュレーションであり、実際に今回の選挙において立憲公明党がこのように完全な形で票が移ってくる、そして足し算がうまくいくとは限りません。この動画の最初の方でも述べたように、公明党の支持者の中からももう創価学会とのつながりも何にもない立憲民主党と一緒になってやるんであれば、もう自分たちの応援してきた公明党の影も形もないじゃないかと言って離れる人たちも当然出てくるでしょう。ちなみに今回の選挙において新しい党名へと移行しますよとなれば、一つ大きな変化が起こります。それが、従来は国民民主党と立憲民主党どちらも民主党という略称名が使われてきました。お互いに自分たちこそが民主党の名前を使うんだというような主張をしていて譲らなかったわけですが、新党へと移行するというのであれば、民主党の名前はこれからは国民民主党だけのものとなります。この件について言及していたのが、法政大学教授の上西氏で、これまでは立憲民主党と国民民主党が共に略称を民主党としており、民主党票は両党の比例区の得票割合に応じて安分されてきたため、民主党票が多数に上っても大きな影響はありませんでした。立憲民主党が公明党とともに新党を結成して国民民主党はそのままということになると、民主党票は次回の選挙から全て国民民主党の得票となり、その影響は大きいと思われます。つまり従来の感覚で民主党と書いた票はもう国民民主党に一択になるわけで、立憲公明党がこれから中道改革党だと名乗ったとしても、その名前が果たして浸透するのか、
ここに大きな問題があるわけです。ちなみに私自身もまだ中道改革党という名前については全く馴染んでおらず、立憲公明党とこの動画ではちょっと言いまくっている気がします。今のところこの選挙における争点が何なのかは全く分かっていません。高市首相が解散に合わせて自分が何をこの選挙で問いたいのか、今の支持率を背景にして単純に政権の安定性を確保したいというだけでは、国民からは別に今じゃなくてもいいじゃないかというような反応が強く出るでしょう。いかにして自分のやりたいことや国民に真を問いたい内容を訴えかけることができるのか。そうしたことができないのであれば、立憲公明党の何のために集まったのか全くわからない存在とほとんど似たような扱いを受けてしまいます。このあたりどうなるかをこの選挙では見ていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。あなたは今回の選挙において新党結成へと至るこうした立憲公明党についてどのような評価を下すでしょうか。ぜひともあなたの考えを書き込んでいってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。